皆さんこんにちは。先週の After Effects オンラインミーティングで発表させていただいた標準機能だけでリアルな環境光を生かした 3D 文字の作り方の詳しい解説をしていきたいと思っています。ビデオコパイロット社の Element 3D は After Effects で簡単に 3D 表現ができるプラグインとして有名なんですが、有料なので持っていない方もいっぱいいるかと思いますので、今回は標準機能のみでこれに近い表現ができる方法をお伝えしようと思っています。それではまず新規コンポジションを作成します。テキストレイヤーを作成します。で、この作成したテキストレイヤーを、3D レイヤーをオンにします。で、次に新規平面を作成します。で、新規平面は、反射光として下に引きたいので、ちょっと大きめのサイズで作っていきたいと思いますので、縦横を5000ピクセルぐらいで、カラーをグレーに。で、この平面レイヤーも 3D レイヤーをオンにします。で、この平面レイヤーの、角度を X 回転を90度回転させます。で、位置を変えます。で、次に、新規カメラを作成します。で、統合カメラツールでカメラのアングルを決めます。で、この状態ではまだ、文字が 3D の状態にならないので、このレンダラーを通常だとクラシック 3D という状態になってるんですが、これをちょっと変更します。このレンダラーをクラシック 3D からシネマ 4D、これに変更します。そうするとテキストレイヤーのところに新たに形状オプションというのが変更できるようになりました。で、この形状オプションのベベルスタイルのところを OK にします。で、押し出す深さを50。で、マテリアルオプションを反射強度を100、反射シャープネスを50。で、同様に平面レイヤーもマテリアルオプションの中の反射強度を100、反射シャープネスを50と設定しておきます。で、この状態ですと
今全く何も映っていない状態になるんですが、ここに、環境光となる HDRI 素材を配置します。 HDRI というのはハイダイナミックレンジイメージというもので、今回は、株式会社フィジカルアイの石水さんが作成された HDRI 素材を使用しようと思っています。これが、石水さんのところの、URI です。下にもリンクを貼っておきますので、よければこちらから、使ってみてください。でもうすでに自分はこれダウンロードしているので、この素材をコンポジションの中に入れてやります。でこの状態ですとまだ何も反映されていないんですが、この HDRI 素材を選択した状態でレイヤーから環境レイヤー、この環境レイヤーっていうのを選択してやります。そうしますと、こうして反映されます。で、この HDRI 素材を、ちょっと角度を変えることによってちょっと見栄えが変わりますので、例えば X 回転を90度変えてやると、最初にやったサンプルと同じような形になると思います。また、違った素材を、置き換えてやると、またそれで面白いテイストになるかと思います。こうですね。この使う HDRI 素材によって受ける環境光が変わってきますので、これまたそれぞれ研究していただければ面白い結果が出るかと思います。非常にレンダリングに時間がかかったんですが、このシネマ 4D レンダラーの中のオプション項目が変更できまして、通常は品質が25というところになってるんですが、もう少しクオリティを上げたいのであれば、この標準の50ぐらいのところにして OK をしてやると、この辺りのちょっと粗いところがはっきりと映るかと思います。この辺も、レンダリングには時間かかるんですが、皆さん、いろいろ試して工夫してみてやってみてください。以上です。はい、きれいに出ましたね。今後はこうしたチュートリアルはもちろんのこと、知っていると便利で人にも教えたくなるようなアフターエフェクツの簡単なショート Tips もいくつか配信していく予定であります。よろしければこちらのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。